こんにちは、あきです。オプティマムファスティングをしてから約半年が経ちまして、自分の中で結構習慣を変える大きなきっかけになったので、感じた効果だったり、メリット、デメリット、それからの食生活の変化についてちょっとお話をしようと思います。一言で説明するなら、油と添加物、固形物を食べないファスティングっていう印象です。実際の4日間の食事は動画にしましたけど、推奨されている食事とはちょっと違う部分もありましたね。やり方については私は本を読みましたけど、要約してくれてる YouTube とかもあるので、時間がない方はそれを見てもらってもいいのかなと思いますが、文字数も多くないので、もしご興味ある方は一回読んでみてもらえると良いかなと思います。やっぱり食生活を見直したかったっていうのが一番大きいですね。在宅も相まって歩いたりする運動量とかも減ったので、体がむくむようになったりとか、痩せにくくなったりとか、あんまり良くない食生活をしてたから、デトックスも兼ねてやろうかなっていう感じで始めました。周りにファスティングをやってる友人がいたから、いろいろ聞いてみたんですけど、いわゆる酵素のファスティングだったらコストもかかるし、期間も2週間ぐらい確保しなあかんし、ほんで空腹でしんどいっていう話を聞いて、それは多分私には向いてへんなって思ったから、できればそんなにしんどくなくって期間も1週間以内でできるものないかなっていうのを調べて、今もファスティングにたどり着いたっていうような感じです。寝つきが早い、寝起きがいい、顔が小さくなりました。塩分とか、あとアルコールを抜いてたから、それでむくみが取れて、体のむくみはあんまり分からへんかったんですけど、化粧水とかつけるときに、顔ちっちゃってなったので、自分以外だったら分からない効果なんですけど、多分やってる本人からしたらすごく実感して、めっちゃ嬉しかったです。数字的にも結果が出て、すごいいいデトックスだったなと思います。デメリットとして挙げるならば、準備時間がちょっと必要。習慣的にアルコールとかカフェインとかを取ってる人は、その実際の4日間より少し前からそのアルコールやカフェインを抜いていかないといけないので、若干準備が必要でした。食品の買い出しも無添加のものを探すっていうのが、その時はすごい大変で、ホエイプロテイン使うんですけど、それも結局無添加のやつ見つけられなくって、もうどこにでも売ってるようなプロテインを使ったので、多分添加物はあったと思うんですよね。しっかりやりたかったらちょっと準備が必要かなっていうのが一つデメリットですね。あとは予定は入れられないです。もともと予定がないの分かってたからやったんですけど、期間中はノンカフェインなので、例えば一人でフラッとカフェに行くのも結構難しくって、コーヒー飲まれへんし、紅茶も飲まれへんし、ハーブティーのあるお店探すとか、このハーブティーもカフェイン入ってますかって聞きながらやらないといけないから、ちょっと行くのめんどくさくって結局ずっと家にいましたね。その4日間はほぼ。4日間のファスティングが終わったとしても、その後も少しずつ回復食をすればよかったんですけど、どうしても動かせない予定があったので、その翌日は外食してしまったんですけど、本当にちゃんとやりたいんやったら、もうちょっと味の薄いものからゆっくりゆっくり食べていけば、もっと効果実感したのかなとも思ったりするので、これはデメリット兼個人的な反省ですね。デメリットとしてはそんな感じですかね。結果が出たのはもちろん大きなメリットだったんですけど、それ以外で言うと自由な時間が増えました。私、それまで、このファスティングするまでは晩酌をほぼ毎日やってましたが、そもそもアルコールが飲めないし、食事自体が短時間で終わるので、料理の時間、片付けの時間、買い物の時間、全部が節約できたので、思ってた以上に食事を何にしようって考えないストレスフリーな経験ができたのが予想してなかったメリットでした。2つ目のメリットは胃が小さくなったことで、もう私家にいるとすごい食べてしまう人やったから、ダラダラずっと食べてたけど、基本的にはそういうことができないから、自然と食べたいと思う量がファスティング後からはっきりわかるぐらい減りました。もう一つメリットは体脂肪率はリバウンドしなかったっていうことです。
やっぱ体重はね、どうしても急にガンって下がったので、戻ったりするし、女性の人だったらね、1、2キロの増減って結構よくあることだと思うんですけど、体脂肪率は今もあの日からほとんど変わってないですね。1% 増えるか増えへんかぐらいで、体脂肪率が全然落ちひんことが悩みやったから、そこに関してはすごくやってよかったです。やっぱり、で、最後、もう一つだけ言うとしたら、やっぱり食生活を見直すきっかけになったっていうのが、すごく大きなメリットです。特に運動するときは、どうせ動くしと思って油物とか気にせず食べてましたし、ながら食事で作業しながら食べたりもしてしまってました。栄養バランス考えたり、消化にかかる時間がどれくらいあるかとか、体の負担とかを考えるきっかけになったので、それが一番やってよかったことだなと思います。主に変わった習慣の変化としては、食べる量が減ったことと、飲酒量が減ったことと、思考的にも結構健康志向に変わっていったことと、あとは割と今、ベジタリアン寄りな食事に変わりました。お酒は結構毎日これまで飲んでたんですけど、ファスティングの後から、少しずつ量が減っていって、今は月に2、3回ぐらいですかね、お酒飲むのは。外食したり、食事を楽しむ場所だったら飲んだりしますけど、いい変化かなと思ってます。あとベジタリアンっぽい食事になったのも、お肉食べると胃が結構重たくなるようになって、ファスティングの後から。すごい消化に時間かかってるんかなっていうのが、ちょっと体感できたから、じゃあ別にお肉じゃなくて、お魚にしたり、チーズにしたり、豆製品にしたり、ちょっとずつ、お肉食べる量はちょっと消化器官のためにも減らしてもいいのかなって思いつつ、今ちょっとやったりしています。そんな感じで個人的にはやってすごく良かったなと思います。ただやっぱり個人差はあるし、健康についての記述とか論文とか本とかって、何を軸にするかですごく結論が変わってくるので、一概にこれはすごいいいですとは言えないんですけど、あくまで私個人の意見として少し参考になっていれば嬉しいです。体質とか習慣とか目的に合わせてやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。それではまた別の動画でお会いしましょう。